こんばんは。ことの葉茜です。妹の葵です。お姉ちゃん。ついにウォーノにも新しい DLC が来たね。いやだいぶ待ったな。でも来てくれて嬉しいで。新規追加手段は8つもあって、プレイスタイルの幅もだいぶ広がった感じだね。みんな個性があっていいよね。カナダにスペイン、チェコスロバキアの手段。夢があるな。ユニークなユニットもたくさん増えたで。まだアーリーアクセス中だから仕様も変わるかもしれないけどね。でもだからこそプレイしておきたい。この DLC にアクセスできるのもエクスパンションパス限定やもんな。残り2つの手段は正式リリース時に追加されるみたいやで。これでウォーノにも活気が戻るといいんだけどね。せやな、うちらも盛り上げていきたいところやな。それでだけどお姉ちゃん、今回はどこの手段を使うの？新規追加された手段、スピンの第1機構手段やで。前々から使いたかった手段やな。偵察枠がやっぱり強い手段だよね。偵察戦車もあるし、オートキャノンとか 90mm 砲を積んだ装輪の戦闘車も使えるからね。偵察枠のユニットは 2473m も前に出せるからな。序盤から優位を握れるで。特に 25mm の偵察戦闘車はうちのお気に入りや。あとは火力支援の豊富さだよね。40mm のグレネードランチャーとか、歩兵枠の 20mm とかもあるよ。対空砲が歩兵枠にあるのは珍しいね。40mm の兵員輸送車にグレネードランチャーがついてるのがあるから、こっちもおすすめやで。うちらのデッキはこっちを採用してるな。砲兵枠も優秀だね。203mm砲は戦車も破壊できるし、多連装ロケット砲もあるから長期戦にも適性があるよ。逆に弱点なのは歩兵が若干弱めなところやるか。市街戦では不利なことが多いな。AT を持っててなおかつ前に出せる歩兵がいないのも若干しんどいところだね。偵察枠の車両は本当に優秀なんだけど、そこは偵察戦闘車や偵察戦車でカバーしたいところやな。あとはエアーの多様性に若干乏しいところやるか。まあ新規追加された手段にはもっとひどいのもあるし、ブルネテは戦闘機も強いし AT 機の機体性能も高いから十分だと思うよ。なんや葵、偉大なる我らがソビエトの手段を悪く言うつもりなんか？弱いところはちゃんと弱いって言っておかないといけないからね。なるほどな葵、これがうちらのデッキやで。結構迷ったんやけど最近はこの編成でやってるな。グレネードランチャーを撃てる部隊を2つも採用してるのはなかなかいかついよね。葵、これこそがロマンやで。圧倒的な火力こそが戦場を支配するんや。戦車もほとんど連度を上げて採用してるね。ブルネテはコスパのいい戦車がたくさん出るから戦いやすいよね。戦車をヘリとかから守るために連度を2段階上げた対空砲も採用してるで。歩兵相手でも有効やから頼もしいな。戦闘機は強力だからアスピデミサイルと連携させて制空権を維持したいね。こんなところやろか。既存の戦車手段にはなかった強みもあるし、なかなかユニークな手段やと思うで。それじゃあ早速実戦へレッツゴー。ほな、とっておきを見せたるわ。始まったね。マップはブラックフォレスト。名前の通り深い森が広がるマップだよ。今回はランクマッチじゃなくてイギリス人のスノーウォルフィーさんを呼んでみたで。全シーズンは15位でランクイン。勝率も 80% 近くある強い人やで。私たちの動画も見てくれてる人だね。お手合わせお願いしますって送ったらいいよって言ってくれました。いきなり連絡したにもかかわらず快諾してくださって感謝やで。スノーウォルフィーさんが選んだ手段はソ連の31っていう飛行手段だね。新しい DLC で追加された手段だよ。戦車の単体性能では負けとるし、数と ATGM で対抗したいところやな。相手の戦力が揃う前に優位を取りに行くで。31の戦闘機はあまり強くないから制空権を握り続けたいところだね。空でも相手の戦力を引きつけていきたいところだよ。それじゃあ次は作戦計画やな。このマップは左に大きく森が広がっていて、右には倉庫群と平地が広がってるで。これが主要な道路を大まかに示したものだよ。市街地の道路とかはあまりに複雑だから省略しちゃってるけどね。まず左翼の丘についてやけど相手側の方が近いし攻めない方針で行くで。中央のブラボーに戦線を張りつつフォックストロットを抑えたいな。フォックストロットは相手に防衛線を構築されると攻略が一気に難しくなるから、できるだけ早く落としておきたいね。フォックストロットを完全に掌握できればブラボーへの増援路を遮断できることになるな。もし成功すればこっちのものや。ただ左翼の丘からアルファにアプローチしてくる軌道には注意を払わないといけないね。重要なポジションには歩兵を置いてカバーするよ。31は歩兵手段でもないし空挺属性持ちのユニットがあるわけでもないから主軸の構成ってのは考えにくいんやけどな。でも備えあれば憂いなしってやつやで。お姉ちゃんはどちらかといえばちょっと猛進タイプで、考えなしに突撃する猛獣タイプでもあるもんね。葵、うちのことそんな風に思ってたんか？嘘、そんなこと思ってないってば。怪しい。
これは一刻も早く事の発調査隊を組織して真相究明を果たさなければ。お姉ちゃんが秘密警察っていうのも妹としてはなかなか嫌だけどな。これが初期配置だね。中央のブラボーには20ミリ搭載のヘリを投入して圧力を加えるよ。このヘリには対空性能もあるから AA ヘリ以外なら対抗できるはず。あとは偵察戦車と VEC25 で有利なポジションを取りに行くで。それじゃあ試合開始や。勝負だ。敵の偵察ハインドが出てきたね。AT ミサイルは装備していないけどかなり強力なユニットだよ。せやな。20ミリ持ちのヘリ部隊には突撃させるで。4機もいれば相手がハインドでも怖くない。ホーネットも飛ばしてこちらのヘリ部隊を守れるようにするよ。ホーネットは優秀だから相手の戦闘機が飛んできても大丈夫なはず。よし、敵の偵察ハインドを落とすことができたね。あのハインドはかなり厄介な存在やからな。偵察全部食われてもおかしくないのが怖いところや。偵察歩兵をカバーするためだと思うんだけど、相手もここで戦闘機を出してきたね。ホーネットで迎え撃つよ。敵の偵察歩兵はヘリで圧力をかけるで。スノーウォルフィーさんも何らかの方法で対処せざるを得ないはずや。ミグ23も迎撃できたね。右翼の攻撃も順調そうだよ。この勢いのまま前進しよう。敵の歩兵部隊が向かってくる。でも輸送車両ごと倒せたで。敵の戦車部隊が見えてきたね。3両もいるし、弾中にぶつかれば絶対に勝てないから交代するよ。この時点で敵の偵察部隊は2つもやっつけてるし、相手にとっては視界が足りてないはずやから茂みで身を隠せば安全なはず。敵の歩兵部隊が向かってきてる。迎え撃ちたいところやけど侵入されてまうな。戦車をもうちょっと前に出した方が良さげや。道通は弾速が遅いから100キロで道路を爆走されると逃げられちゃうよね。もう少し前に配置したいところだけど敵戦車が怖いな。しかも敵戦車の T72B はスビリっていう ATGM も搭載してるからな。爆速で飛んでくるからうちのトラウマや。歩兵が携行する ATGM ならスビリも怖くないよ。早めにかつ効果的に防衛網を構築したいところだね。対空砲を前進させて敵歩兵を攻撃しようと思ったんやけど撤退していったな。相手の戦車が左に移動してきたね。ヘリも向かってきてるから20ミリの対空砲を左に回して対応するよ。左翼に偵察歩兵がいるんやけど孤立した形になっててまずいな。防衛側は広く守らないといけないけど攻撃側は火力を集中できる。スノーウォルフィーさんはそれをうまく利用している気がするよ。マップの構造上相手サイドは左翼側に展開しやすいようになってる気がするで。それだけに配置も工夫せんといかんな。戦車に関しては ATGM で抑えるよ。歩兵は双方建物から撃ち合ってるけどこっちにはグレネードランチャーがあるから有利なはず。ちょうど敵の歩兵部隊を一つ倒せてるし40ミリはやっぱり頼もしいな。左翼の敵戦車部隊もスモークを焚いたしこの間に防衛を固めたいところや。お姉ちゃんあの敵戦車やばいよねって話をあれだけしておきながら AT 車両が前進しちゃってますけど操作が間に合わん。あの爆速ミサイルスモーク撃たせる気ないやろ。そりゃ相手はミサイルだからね。でも本当にわけわからない速度で飛んでくるよね。スビリあれえぐいな。中央にも敵 CV が入ってきたからもう一度占領するで。でも敵のハインドは撃墜できたからひとまずなんとかなったね。対空砲も下げて温存するよ。はっけーん。相手の CV も道路から見えてるな。動かなければ倒せそうやけど倒せたね。占領ポイントでも差がつけられそう。203ミリ砲が2門とも前線に届いたし敵戦車を叩くで。大口径砲があればどんな戦車が相手でも怖くない。着弾したね。 T72B 撃破。建物にいる偵察歩兵が猛攻を受けてるから撤退させるよ。203ミリ砲で反撃だ。退路を遮断するためにいくつか部隊を送り込んだんやけど待ち伏せされてたな。ここに伏兵がいるのは本当に意外だったね。さすがスノーウォルフィーさん手強い相手だ。余裕があれば丘側にも行きたいところやけど主戦場をおろそかにするわけにはいかんしな。相手も中央のブラボーから手が離せないはずだよ。別動隊を編成してるっていうのは考えにくいと思う。わかった。うちは葵の判断を信じるで。
CV 戦車は倒しきれなかったが、でも撤退を強いることができたね。決して無駄ではなかったはずだよ。砲撃でもう1両 T72B を倒すことができたな。1段階連度上げてるってことは3両しか出ないはずやから、あともう1両しかないはずや。31の最高級戦車だからね、大戦果だよ。このまま勝利へと駆け抜けていきたいね。3両も戦車が突っ込んできたな。ATGM を配置して対応するで、予備の戦車もあるから対応できるはずだよ。AT 機も送って押し返さないとね。あともう少しなはずなんや。押し返すで、奴らを通すな。同志諸君、人民が解放される時は近い。この戦いで勝利をつかむのだ。この時代、スペインは NATO 入りしてるはずなんやけどな。なんか赤いな、青い。攻勢を撃退したところで、スノーウォルフィーさんが増量を選択したね。いや、GG やったな。初動で重要なポジションを取り切って防衛できたのが良かったんやろか。落ち着いてプレーすることができたから、戦ってて面白い試合だったね。せやな。それでなんやけど、ちょうどもっかい戦わんかって連絡来たで、望むところだよ、お姉ちゃん。お姉ちゃんと私がいれば、どんなに大変。まだやれる。もう一回。つらいわー。